今日はスポーツジムに通い続けて作り上げた体は実際のところどうなのかという話をしたいと思います。私はスポーツジムに通い続けて現在約25年になります。スポーツジムには基本的に毎日通って筋トレを15分、ストレッチを30分、有酸素運動を1時間行います。この動画を見るとジムに通い続けると体にどういった変化が起こるのかと、それにまつわるエピソードを話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ちなみに私は普段柔道整復師の知識を生かした体に効果のある体幹トレーニングや生活習慣病の改善に役立つストレッチなどの動画をアップしていますので、そちらの方もよかったらご覧ください。私は現在48歳ですが、学校を卒業してからジムに行き始めて今年で約25年になります。毎日約2時間のジムトレーニングを行います。身長は170センチで体重は約60キロです。体脂肪率は 10% 前後になります。体脂肪率 10% というのは標準からするとかなり低い値ですが、食事もタンパク質中心に気をつけていますので、10% 前後をキープすることはそれほど苦ではありません。過去のデータを見ると、2010年に体脂肪率が 4.2% という記録があります。その時の BMI は18という数字がありますので、かなり痩せていたと思います。今よりも体重は7キロほど少なく53キロという値でした。体脂肪率 5% という値はボディービルダーが大会のコンテストに出るにあたって体を限界まで絞っているような体脂肪率です。体脂肪率が限界まで低くなるとどうなるかというと、かなり体に不具合が出てきます。体についた脂肪の役割としては、エネルギーの貯蔵と体温の調整、外部からの衝撃の吸収や緩和といった働きがあります。体脂肪率が 10% 以下になると、体に対しては悪影響の方が多くなっています。エネルギーの貯蔵といった面であれば、人の体は何も食べなくても蓄積された脂肪でフルマラソンも3回ほど走れるようなエネルギーが蓄えられていると言われます。なので体脂肪率が低いからといってお腹が減って倒れそうになるといったことはありません。体温の調整に関してはとてもトラブルが多いです。夏は暑く、冬は寒く、気温に対して体の温度調整の機能がうまく働いていないように感じます。普段動かないと基本的に少し寒さを感じます。真冬に外で子供と公園で遊んでいたりすると、体が徐々に冷えていって30分もすると外に立っていられなくなるまで体が冷え込んでしまいます。女性によくある冷え性のような感覚でしょうか。まず末端が凍えそうに冷えてきて、温かい飲み物などを飲んでもあまり末端の体温が回復しないような感じになってきます。人は脳や内臓の機能を守るために体が冷えて凍え出すと末端から冷えていく現象が起こります。
なので私のように体脂肪が低い人間は冬場には末端が冷え、霜焼けのような状態になってしまいます。一旦運動を開始して体の体温が徐々に上がり始めると、今度はそれをクールダウンしようとして大量の汗が出始めます。体についた脂肪が少ないので、そのクールダウンもうまくいかないので、汗が出続けて体がぐしょぐしょになってしまいます。私は普段ジムでトレーニングする際には長袖長ズボンでトレーニングを行います。運動をして体温が上がって汗が出始めると止まらなくなるので、半袖半ズボンだと他の利用者にも迷惑がかかってしまうので、常に長袖長ズボンでトレーニングを行っています。体脂肪率が1桁台になると体重もかなり軽くなってくるので、重いダンベルやマシンを使った筋力トレーニングはとても負荷がかかって私自身苦手です。重いダンベルや強い負荷のマシンを使ってトレーニングすると肘や膝の関節が痛んできます。なので筋力トレーニングは軽い負荷でインナーマッスルを鍛えるようなトレーニングを主に行っています。体脂肪が少ない理念としては、体が軽くストレッチのような動作になると脂肪に邪魔されないので、可動域がとても大きいと感じることができます。私の他の動画にあるように、脂肪が少なければ可動域を極限まで大きくできるので、開脚や肩の関節の動かしがスムーズになってきます。なので体の重さを日常的に感じている人は、体脂肪率の減少を一つの目標として掲げることも良いかと思います。体脂肪率が低く体重が軽いので、他人から押されたり物を引っ張るといった行動はすごく苦手です。体重が軽くて重心も少し上ずっていますので、体の安定性といった面でも少し不利になってきていると感じることが多々あります。動き出しのスピードや回転系の運動であれば有利な点もあるかと思います。25年間も毎日ジムで高負荷の有酸素運動を続けていますので、心拍数がとても低く、血圧も低い状態を保っています。血圧は上が120の下が60、心拍数は45を切ることもあります。一般的な心拍数は1分間に100から50の間なので、50を切ると徐脈といって心臓の筋肉の働きがうまく機能していないとみなされることもあります。心臓も筋肉でできていますので、日々有酸素運動を繰り返しているとその筋肉が強くなって、一般的によく言われるスポーツ心臓に進化していきます。長距離のトレーニングをいつも繰り返しているマラソンランナーなどがよくスポーツ心臓を持っていると言われています。スポーツ心臓になると心臓の1回の鼓動によって全身に送る血液の量が多く、とても利点があると思います。
血液が全身にうまく巡るので、心疾患や脳疾患のリスクは人よりも少なくなってきます。血圧が低いのも全身にうまく血液が循環している証拠だと思います。私の感じているスポーツ心臓の一番の利点は、緊張をしなくなるということです。スポーツ心臓であっても緊張はして、心臓がドキドキしてくるのですが、そこで大きく深呼吸をすると、そのドキドキがすぐに収まります。普段からスポーツ心臓で心拍数が低いと認識しているので、スポーツ大会などの緊張する場面でも、精神的な緊張が和らぎ、良い結果につながっていると思います。高血圧で悩んでいる方は、有酸素運動をゆっくり続けて、心臓を強くして血液の循環を良くするという改善方法も効果的であると思います。一般的に心拍数が速い人は早死にして、ゆっくりな人は長生きすると言われています。これは動物の心臓が一生に鼓動する回数が決まっているためだと言われている理由です。人間の心臓は一般的に一生のうちに15億回から20億回鼓動すると言われています。心臓も筋肉でできていて、自律的に動くとはいえ、その機能には限界があります。機能に限界があるということは、その機能を早く使い切ってしまうか、ゆっくり使うかということに長持ちさせる優位性が出てきます。ですから心拍数を低く抑えて日常生活を送ると長生きする確率が高くなっているということです。スポーツなどをして心臓の鼓動が速くなる現象が起こりますが、スポーツで心臓の筋肉を鍛えていると日常生活を送っている上ではスポーツ時よりも鼓動の間隔が低く抑えられるので、結果的にプラス効果の方が大きくなってきます。現在の私は体脂肪率が何%にキープする、心拍数をこの値まで低くする、血圧をここに維持するというような数値目標は置いていません。毎日の運動トレーニングを計測するにあたって大切にしていることは、日々の中の体の感覚です。体を軽く保つことと、体の柔軟性、そして日々の疲労度の感覚を大切に運動を行っています。何事も継続によってしか結果が出ないので、日々のトレーニングも継続を第一に考えて行っています。習慣は裏切らないという言葉がありました。今日のまとめです。体脂肪や心拍数は低すぎても高すぎてもダメです。日々体を動かしている中での自分の感覚を大切にしましょう。体型のキープの仕方やダイエット、食事の気をつけ方など、もしコメント、アドバイスなどが欲しい方がいらっしゃったら、お気軽にお問い合わせください。コメント、リクエスト、いいねお待ちしています。本日はありがとうございました。